こんにちは。こんにちは、オシャンレコーズです。雑談2ということでよろしくお願いしよろしくお願いします。で、カバー動画のさ、はい、選曲ってどうやってやってるの？カバー動画の選曲は好きなやつ。それはさ、なんかネットで調べてってこと？いや、もともと聞いてて、うん。でなんかこれあげたら良さげだなと思って。どういうさ、なんていうの？審査基準で選んでんのよ。審査基準、西田理子の審査基準。なんかまずピアノの曲ってことでしょ？で、自分が歌えるかっていうのもあって、ね、でなんか私たちの曲と離れすぎず同じようにこの曲が好きな人が聴いてくれたらいいなという思いを込めて選んでる。そういうことね。そう、この曲好きな人だったら趣味合いそうだなと思ってなんかあわよくば、映画の曲とか多いもんね。映画の曲多いね。なんか映画音楽好きだし、ピアノでやるのはやっぱ数形じゃない？ロック好きだけどさ、ピアノだとむずいじゃん。ピアノで、ギターでやりたいなみたいになっちゃうじゃん。ロック歌いたいの本当は？めっちゃ鳥鳥の声すごいんだけどロックで昨日ちょっとパラモア聞いてて、わかる？パラモア。わかんない。女性ボーカルのロックバンドね。聞いててこれ歌いたいなって思った。よく口パク遊びしてんの弾いて人いててね、歌なんかエアギターみたいな感じで自分がそれになりきって歌うって遊びをたまにしてるんだけど、それでロック歌ってる自分を想像してニヤニヤしてた。なんか私さ、あんまり音楽聴くときにね、なんか耳コピモードをオフにわざとして聴くようにしてんの。疲れちゃうからさ、なんか全部が音だってなっちゃうね。絶対音感ある人とかはさ、マッキー絶対音感あんだっけ？そこまでいいやつじゃないと思うけど、でもさすがにさ、音楽聴いて何の音かわかるのね。ソルフェージやってたりね。そうやってたし。ソルフェージってこういうやつですわかるかなそうやってたし、超音とかもやってたから、そのモードに入ってさ、なんか言うよね、そういう人たち。なんか曲聴いて自分の中でそれをなんか解説じゃないけどさ、分析するっていうよね。それも私もなんかで聞いてるからなんかやろうと思えばできるんだけど、それ疲れるからさ。まあそうだよね。もうね、頭を空っぽにして音楽を聴こうっていう風にしてるから。いいじゃない。だから最近ミルク聴いてるの。そう好きすぎてメッツ。あれ音程とかじゃないから楽しいから聴けるからあれすごいよね。マッキーに言われて見たけどちょっと見ちゃったもんね。全部あれいいんだよ。だからコメント欄が共感しかなくてもなんか面白いけどなんかかっこよくて脳がなんかどう処理していいか分かんないみたいな。なんかね、結構なんかあれかも。なんかあんまりこうなんていうのかな。映画音楽とかも好きだし聴くんだけど、よし聴くぞっていう感じで聴くことになっちゃうかも。それよし聴くぞって聞いてどうなんの？なんか頭の中で自分のがピアノで弾くならこう弾くな、何の音だなとか。でもなんか音楽やってる人はそういう人多いんだろうね。めっちゃ他人事いや自分はなんかないからな。ないの？自分がこの曲を歌いますってなったら、そうやってちゃんと聞くけど、基本的になんかだからな。でもさ、音程外さないってことはさ、音感があるんじゃないの？ないでしょ。それとこれとは別なの？わかんない。でもじゃあなんか思ったんだけど、その歌をさ興味持ったのはそれこそ20歳過ぎてからだから、
歌を意識して聞いたことないのよ。まあそうだよね。何歳でフレディという神に出会うわけでしょ、うん、神だから、うん、こんな風に歌いたいとか思わないじゃん。だからフレディを見てさ、なんか、うん、これになりたいって思わなくない普通に。まあそうかな。もうスーパースターすぎて、うん、だから私の中の歌はああいう感じで、うん、で歌を聴いてないから父親がトランペットをジャズで吹いてたけど、そういうビッグバンドの見に行ったりとか、楽器のやつを聴いてたりはしたけど、歌を聴いてないから。でも音感確かにあんま音痴って言われたことはない。うん、そうでしょね。あとはね、私ね、あれかも、音でさ、色が連想されるかも。出た。いや、ただよくさ言う、共感覚的な見えるとかじゃないと思うんだよ。なんだっけあれあるよね。そう音じゃなくてさ、言葉でさ、数字が色になる人ね。あれそれは共感覚だっけみたいな。ね。でもなんかそういうことなのかわかんないんだけど、よくさでもちっちゃい時、ドは赤みたいな、レはオレンジ、ミは黄緑みたいな感じでさ、でも今のところ全部合ってない私の中で。嘘、ソは青、ラは紫みたいな。私の中で全部合ってない。嘘でしょ。なんか自分の中でラが紫じゃん。ラは紫なんだよ。ラが紫でレは赤。ドは白かな。白は死だよ。はあなたは何なんかさあるよね、国語は何色とかさあるじゃん。でもさ国語のとかはもうそれは会社が分からない、日本のなんか分かんないけどどっかだから政府か分からないけど、誰かが決めて、それがこうプリントされたからそれになるわけじゃん。その男の子女の子はピンク、男の子青みたいなの多分誰かが決めたんだよ。だから音楽も多分さそれで色を出す人がいるんだよね。なんかそういうやつでしょ。子供用のさなんかに書いてあるやつで、そうだからこちらは洗脳されてる。誰かからもう洗脳。だからなんかそれの延長で、なんかもうドミソみたいなさ、もうザみたいな、もうやつ。ドミソはめっちゃ黄色だよね。いや赤だよね。うちら合わないかも。ドミソは黄色じゃない？ファラドが黄色系かも。全然違うよ。なんか明るいって感じじゃん。ファラドが黄色系だね。でもちょっと戻るけどさ、話楽譜読めるじゃん。まあ多分1個目の動画で見てたけどコンクールバリバリ出ててすごいね引き込んでたじゃんずっと。私は譜面も読めないし、ピアノ習って10年は習ったのかなぐらい習ってて、結構こう割と対曲をね弾いてたっちゃ弾いてた小学生で。でも全部譜面に書いてたドそれが分かんないんだよね。でファシャープとかファシャープ丸みたいな感じで、もうそれじゃないと弾けなかったの。でもそれを読んでたかって言えばそういうわけではなくて、でなんかそれを言うとさ、絶対音感があるんだねとかさ言われるわけよ。なんかすごいねみたいな、読めないのに弾けてすごいね。全然そんなことはなくて、だから先生が弾いた指の形を覚えてたの多分。それも分かんないんだよね。そうだから自分から自発的にこの曲弾いてみたいなと思って譜面を買い弾くということは不可能だ。誰かが必要なの。誰かが弾いてくれて、でそれを覚えて、見た目で覚えてるんだ。でなんか世界観を作るのよ。ここのパート第一ちょっとクラシックだと A メロ B メロとかじゃないか分かるけどさ、この最初のところは、なんかこう暗い感じでとか、なんかここはなんかみんなが踊ってる感じでみたいな、なんか自分の頭の中でなんかストーリーを作ってなんかそれで覚えてたの。だそれがパッてなくなるとさ、もうなんか何も弾けないわけよ。あとはもう体がいわゆる指が覚えて、その時は弾いてたけど形で覚えてたの。でみんなはなんで曲を覚えられるの？なんかもうだってさ繰り返し聴いてる曲って鼻歌で出たりするじゃん。それはねみたいな感じかも。記憶力がすごいなって思う。だから見た目で
覚えてんじゃないんだよね割と私は。っていうことだよね。どっちかっていうとあれかも、楽譜の方のスクリーンショットで覚えてるかも。それを呼ばれ俳優さんとかがよく言うやつだよね。なんかセリフのさ、文字そのまま覚えられますみたいな、だからあんまりね私鍵盤の弾いてる自分の指の形は分かってないかも。なんなら見てないかも鍵盤をあんまり。ここで思うのが、そういう才能ってその後から後天的に植え付けられるのか、それともある程度才能なのか。で車とかもさ、もちろんみんな練習してどんどん上手くなるけど、でもある程度センスの人もいるじゃん。この人はマジでセンスないからみたいなあるじゃん。道を全く覚えられないとか、でも私とか一回行ったところは大体覚えるのよ。無理。そういうのもさ人によって違うじゃん、だからさ運転もさきっとずっとマッキーの練習してたらさ毎日運転したら多分ある程度上手くなるけどさ、多分どっかでさそのめっちゃ運転が得意な人とやっぱ違くなってくるじゃん、なんかそれと同じでさ、そういう覚える技術とかってさ、その後からソルフェージやるとかいろいろで覚えられるのか、ある程度なんかもともとセンスと呼ばれるもので変わるのか気になるの。K-POP アイドルとかでさ、みんなだってわかんない高校生とかでさ、じゃあ練習生になりましたとか、でそっからダンスと歌を始めましたの人とかいるわけじゃん。いるね。でなんかもうすっごいわけじゃん。もう踊って歌ってみたいな。でみんななんかファンとかがさ、もう練習生になってからダンスなったと思えない、みたいになるわけじゃん。ある。でもそれもその人はさわかんないじゃん。もう後天的にそうやって覚えたわけだけどさ、どうなのって動きを覚えるって苦手でさ、いわゆるダンスとかさあるじゃん。授業でダンスとかあったんだけど、じゃあ目の前の人と同じポーズを取ってくださいって言われて取れないの私。いやそれもさ、だからどこまでが自分のその人の人間の生まれ持ったセンスでいけるのか、どこまでがその指導者としてどういう指導でこの人間をなんかゼロからこう染められるかっていうのがなんか気になるんだよね。でもさやっぱちっちゃい時の吸収力ってすごいじゃん。ちょっとでもちっちゃい時だから K-POP の練習生がすごいのよ。だってさ高校生10代とね20代も違いますけど、でも18とかでさ、じゃダンスを5歳からやってましたみたいな人とさ、一緒に並べられて踊るわけでしょ。今どの目線から喋ってるのか分かんないいや誰の目線か分かんないけど、でもそれってすごくない？まあ無理だね私ね。じゃあデビューして歌って踊ってくださいって言わないと。でもないからそんな未来は絶対にない歌って踊ってください。ないっすでもない。リコが歌って踊って何が面白いのそれね。びっくりした。何が面白いの？でもさよくあるじゃん。シンガーでさデビューしてさ途中からもう歌って踊り出すみたいな。YOASOBIのｉｋｕｒａちゃんとか踊ってるっけ最近。なんか踊ってないなんとなく、ステージングとしてさ、私がレディー・ガガみたいな感じでさ、ああいうのは表現したい人がやるんだよ。うちらに踊りで表現したいことなんてないでしょ。わかんないじゃん。踊り始めるかもしれない。嫌だよ私。なんかそういう専門学校の時の授業でさ、ちょっとした振り付けを踊りながら歌ってくださいってブルーノ・マーズとかも意地でも動かなくてめっちゃ注意されてもうちょっと楽しそうにやってってみたいな感じだったもん。そういうのって本気でやった方が絶対素敵なのにさ、そうなんだよね。そういうところはなんかほんとひねくれてるからさ一番ダサいよねちょっとみたいな感じ。意地でも踊んなかった。でもさあれじゃないの、動き回りながら歌うとかはないの？ステージの上を。なかった。だから私動かないじゃん。確かに目つぶって突っ立って歌ってるから動かないのよ。動いてみたら？だからロックバンドやる？そうロックバンドって私はタカみたいに走り回ってドームを沸かしたいよね。いいね。体力だよ結局。そうなんだよ。何の話してたんだっけもともと。そんな感じでね。じゃあまたさよなら。